こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日本は受験シーズンでいい結果を出されている方もいらっしゃると思うんですけど、残念ながらそうじゃない方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、今日はそういう方たちのためにメッセージを送りたいと思います。私は今でこそ翻訳とか英語の先生とか日本語の先生とかして試験を作ったり採点したりっていう仕事もしてるんですけれども、実は高校受験に失敗しているという過去があります。進学校に行きたかったんですけれども、中学の時にアイドルに熱を上げうつつを抜かして全然勉強しなかったので、行きたかった高校に行くことができませんでした。不合格だって分かった時はすごく落ち込みました。私の父が医者で結構周りに失敗している人がいなかったので、エリートばっかりだったので、もう私は世界でたった一人落ちこぼれたような気分になって、もう終わりだと思いました。で進学校ではない高校に3年間通うことになって、女子校にね。でその高校はその高校で今思えばすごく良かったんですけど、当時は進学校に行けなかったら大学に行けないと思ってたので、もうこれで自分の人生は終わったと思ってしまいました。でそういう時にくまのプーさんの本に出会って、でくまのプーとクリストファー・ロビンとあと小豚とかイーヨーとかね、仲良しが魔法の森で暮らしてるっていう話を読んで、私はすごく慰められました。でその時にいつかこのくまのプーさんを原書で読んでやろう。であとは世界に行けば日本の受験なんて知らない人たちばっかりだし、落ちこぼれっていう風にレッテルを貼る人もいないから、私はこれから英語を一生懸命勉強して世界中に友達を作ろうってその時思ったんですね。でそれをきっかけに私は必死で英語を勉強し始めました。で進学校ではなかったので、周りに予備校に行ってる友達もあんまりいなかったんですけど、大学に行くことを諦めてはいけないと思って、それで必死で予備校にも通い、で3年後におかげさまで東京の女子大に合格することができました。で今になって思うのは、あの経験がなければ私は今こうして翻訳の仕事をしたり、あと日本とアメリカにたくさん友達がいるなんていう生活を送ることはなかったと思います。今振り返れば私は高校不合格でよかったなって思います。今先生っていう仕事もして、それで学生さんでいい成績が出せなかった人たちの気持ちもわかるし、何も無駄になったことはなかったと思っています。英語で Blessing in disguise っていう言葉があります。一見災いのように思えるんだけど、実は自分にとっては祝福だったっていう意味のことわざなんですね。皆さんも今は本当に辛くて、そんな風に思う気持ちの余裕がないかもしれないんですけれども、後で振り返ったら今の経験も Blessing in disguise って思える時が来るかもしれません。それにまだ勝負はこれからです。人生にはいろいろと挽回できるチャンスっていうのがたくさんこれから山ほどあると思います。なので今は辛くてそう思えないかもしれないんですけれども、これからどう生きるか、そしてこの経験をどうやって生かしていくかによって本当にこれからいくらでも勝負は変わっていくので、そのことを頭の片隅に置いて今のこの時を乗り切っていただけたらと思い、今回このようにメッセージをしました。少しでも参考にしていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。
Thank you for watching. I'll see you next time.